aspects to dollar strength. It tightens conditions, starts putting down pressure on inflation over time. So it's not something that can happen right away. There are some limits, but in the near term, especially as I think the market grapples with the fact that you're not going to get the Fed responding to slowing economic conditions on the growth front, the dollar tends to be also a safe haven asset. And so we're positive on the dollar in the near term with an idea that there are limits, and we just have to, the markets are forward looking, and at some point we'll realize those limits are being felt in the economic channel, and I think that's why there's a limit to it, but I don't think we're close to that limit just yet. ちょっと待ってね。 Priya, let me flip the tables here. I asked the IG これでいいかな。 distress high yield people how they 画面見えますかね。 credit. How do you interpret the price declines, the giant チャートも出しますので。よいしょ。どうしちゃったのこれ。先生。出しなかったかこれ。まあいいや。何これ。お、スペース始めないと。こんばんは、NK ラジオ NK です。金曜日の夜、8月26日。金曜の夜ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。イエーイ、What's up, What's up。金曜の夜なのにみんな何やってんのね。昨日25日でお金、給与をもらったから、金曜の夜は遊びに行くんじゃないの？違うの？こんなに聞いてもらっちゃって申し訳ない。今日が大事な日だって？なんで？あ、忘れてた。嘘。ジャクソンホールだったね。確かに。気がついた人いるかな。ノートのさ、写真さ、今週全部ジャクソンホールの街並みの写真です。綺麗だよね。ね、行ってみたいね。なんかこう、アメリカのいい田舎町みたいな感じで。ね、冬はなんかスキーできるんだよね。ね、スキーリゾートなんだよね。それね。はい。YouTube の皆様、どうも、ブンブン、ハロー YouTube。ゆれいなさん、こんばんは。ふくよかな猫さん、こんばんは。新しい方。スノーマンさん、こんばんは。ワイ小沢さん、こんばんは。ジュンさん、こんばんは。ノンさん、こんばんは。トッキーチャンネルさん、こんばんは。ケイルなら、こんばんは。さまさまさん、こんばんは。シマさん、こんばんは。なんか新しい方が。かわいいひようさん、こんばんは。ちびたさん、こんばんは。どうも。いのりさん、こんばんは。よろしくです。ということでね、始まりましたけども、金曜日ですよ。金曜の夜ぐらいみんな遊びに行ってくださいよ。そんな暇ないって？こっちの方が大切だって。お金を使うよりも投資した方がいいって、それはこんな動いたらそうだね。こんな動いたらそうだよな。NKZKWT こんばんは。りょうすけさんこんばんは。ケラさんこんばんは。ルーマーマールさんこんばんは。なんかいろんな、なんか新しい人だね。ね。なかなかいいじゃないですか。これ今見てんのが、そっか、ちょっとあれ、なんだっけ。YouTube だとちょっとディレイなんだよね。これライブの板なんだけど。で、これチャートがさ、ちっちゃくなっちゃうんだけど、この大きく動いちゃったから、どうしちゃったの？パウエルさんが鷹の着ぐるみ着てきた？やっぱり。ああいう演出しないと効果ないのかなと思ったんですよ。だから、ね、市場はなんかパウエルさんの言うこと聞かないからって、どうせなんかね、ハト派的な発言するんじゃねえかみたいな感じで買われてたんでね、株が。そしたら何？ちょっとこうびっくりするような発言をしてるらしいですね。
まずはその来年、金利を下げるようなことはしませんよみたいな、そういうニュアンスで言ったらしいですよね。で、っていうかね、市場が、マーケット自体が来年は利下げしますんでみたいなことを期待してたのかっていう話だよな。それもちょっとおかしいんだけどね。そこまで楽観的な人がこの市場を占めてたの。それちょっと考えにくいんですけどね。Our decision at this September meeting will depend on the totality of the incoming data and the evolving outlook. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will likely become appropriate to slow the pace of increases. 9月の利上げに関してはデータをやっぱり注視して見ていくということは言ってますよね、これ。で、なんか過去の話、70年代の時のボルガの時の教訓を生かしたいみたいな感じのことを言ったんだね。で、金利はこれも上げ続けるしかない。戦い続けるしかないみたいなことを言った。だから結構、市場が思ってるよりもタカ派的なコメントだっていうことだったんだろうね。かなり売られたね。今画面のスペースの皆さん申し訳ないけど、これ YouTube 見てる方はすぐ分かると思うんです。これ画面左側が、これがラージですね。見てこれ。今どこなのこれ。400円さっきこれ飯食ってる時にさ、750、40円とかでさ、上行っちゃったと思って。上行ったからもうやる気しないとかって思ってたら、何が400円なのこれ。あれで、400円に行っても、ラージの売りが入ってるよ、これ。すごい。で、これ板ですからね。今これ見てるのがラージです。これね、多分、ミニ見てもしょうがない。ミニ見たら、わけわかんないと思いますよ、これ。見てみますミニ。これがミニだからね。さあ、これを見て、人が手入力してると思う。絶対違うでしょ。でも 100% も機械が動かしてんで、っていうことはいろんなところで投稿してますけども、私も CTA が絡んでるんじゃないかと思います。で、売買動向見ましょうね。今、ラージが、913枚の売り越し、はい、ミニが 13,463 枚売り越し、13,000とか1300枚。1300枚売り越し。で、ラージが900枚でしょ。ミニ主導なんですよ。ね。で、機関投資家がミニの先物で投資するか、っていうかミニで投資する機関投資家っていないんですよ。いませんよね。年金が、だからヨーロッパの年金が日本の先物市場参入しますが、ミニじゃないよね。ラージだよね。どっちかっていうと。あるいはトピックス先物なんだけども。でもミニがこんな主体で、手動で動いてるってことは、どう考えても、機械で動かしてるファンドしかないと思うんですよ。そうすると CTA しかいない。で、上げ相場の時に、ミニ主導の買い越しだったんだね。で、ラージはラージはどっちかって言えば売りだったでしょ。ね。で、今回これ売ってきたけど、売ってきたのもミニなんだ、これ。ミニ主導の売り越し。で、ラージはそんなついてきてない。一応売ってるんだけども。
なので、相場が上がってる間っていうのは CTA が動かして、ね。で、下がり相場も CTA が動かしている。だから、相場を揺るがしてるのは CTA なんじゃないか。だから、年金が動かしてるとかね、マクロ系のヘッジファンドを動かしてるとかね、そういったのはちょっとないんじゃないかと思います。で、なんか日経の新聞にも書いてありましたけども、夏相場っていうのは、比較的参加者が少ない分、参加者がいない分、そういった CTA が動きやすい時期らしいんですね。流動性が少ない分、売り仕掛け、買い仕掛け、すごい効くらしいんですよ。だからそれもあって、でもコマには効くのはラージじゃなくてミニだと思うんですよね。だからそれを中心に行っているんじゃないか。なんとなくそう思います。はい。で、9月の S q が来るまで、だいたい集計私も終わりますんで、この9月切りの上げ相場、それから今下がってますけども、これから下がるかどうかわかりませんけども、全部集計したときに、ね、ラージが多いのか、ミニが多かったのかっていうのはこれでわかりますので、こういったデータを次にもデータ取っていって、今度は12月切りなんで、12月切りはまたちょっと変わってくると思うんですよね。また、今度はだから、ラージ主導になったりね、変わってくると思うんですよ。だから、夏に限ってこのミニ先物主導になっているのかっていうのが、今後わかるようにしていきたいと思いますので、そうするとデータが溜まるとね、大体分かってくるかなと思ってます。はい。さあ、ミニのこの今の、先物ですけども、見てください、これ。カルマン。これ一応15分足だから超短期なんでわかんないんですけども、カルマンがケルマン、カルケルインディケーションとよく言ってますけど、このカルマンがケルマンの線に接近してますよね。ここ、くっつきそうですよね。ということは、それなりにもう売られすぎてるっていうのが出てきて、15分足なんで、超短期の目線ですけども、このカルマンがもうケルマンにくっつきそうなんです。でもね、多分ね、これ、短いものだから、15分で足ってすごい短いんで、相場下がってるでしょ。そうすると、カルマンがケルマンの下まで来ちゃうんですよ。で、下まで来たらもう行き過ぎだと思いますね。これは画面見てる方は見といてください。はい。ということで、ベラベラベラっと喋りましたが、どうでしょう、皆様。なんか、これからずっと上がってっちゃうんじゃないかと思うぐらいなんかすごい、ね、高かったけども、やっぱり声明文出ると、これぐらい調整が入っちゃうんだな。ね。っていうか、市場がさ、来年利下げするコメントまで出ちゃうんじゃないかっていうことを考えてたっていうのも、それもおかしいよね。本当に。そんな時期じゃないでしょ。そんな相場じゃないでしょ。だから、いまいちまだ、楽観視っていうかね、これからだから、金利を下げていた環境から金利上げる相場になっていく。あと資産購入もこれからそれも終わって今度 QT だからタイトニングが始まるから、債券のその流動性もなくなってくるから金利が上がりやすい状況になるわけですよ。ね、そういうのもあってだからどっちかって言えば株は買う方じゃないと思うんですけどもなのにやっぱり行き場がないから
もう少しね、だからこれ戦争がなかったらヨーロッパに分散投資でお金を欧州株に、分散して買うとか、あとは中国もこのゼロコロナ政策とかなかったら、中国株に投資する、それともに日本株に投資するってのはできるんだけども、このゼロコロナの中国の経済おかしいんで株式に投資することはできないでしょ。ヨーロッパはもう戦争の真っ只中なんで、地政学的リスクがある、買えない。じゃあどうするかっていうと、結局自国のアメリカの株に投資するしかないんだよね。で、それが来ちゃってるわけらしいです。で、どうもありがとうございます。ヒロ M さんがなんかいろいろと書いていただきました。ありがとうございます。なるほどね。なんだっけな。そういうのもあって、その欧州株からお金が流出して、そのお金がアメリカ株に流入しているっていうことも聞いてます。はい。結局アメリカ株に来ちゃってる。だから買われやすいっていう地合いもあるんだよね。でも買われすぎると、フェッドの人たちはどう考えるかっていうと、意外と底堅いですね。意外とアメリカ経済強いじゃないですか。じゃあもうちょっと金利上げちゃおうかっていう、なんかそういうのが、概念が働く状況になっちゃうと。そうすると、株高、金利高が続いちゃうんだよ。で、どっかでこの構図が崩れる。崩れた時に、ものすごい売りが来ちゃうんじゃないかっていうことを、他の専門家の人たちが言ってました。はい。で、実際にそうなるんじゃないかと思ってます。それが起きるのが、中間選挙もあるんだけど、それ終わった後かな。その前かな、よくわかんないけど、年末年始なんか、大きい調整があるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、YouTube の皆さんはどう思います？思ったより高ってましたね。思ったより高ってましたね。高ってた。高はなってた。だってね、やっぱり株がこんなに上がってたら、やっぱり言うことも変わってくるよ。で、噂で聞いたんだけども、ジャクソンホールに着いた時に、ね、パウエルさんジャクソンホールに着いた時に、原稿を書き直したって話ですよ。原稿を書き直したんだって。株を見て、これやばい。上がりすぎてんだ、これ。だからそういったのもあるんじゃないでしょうかね。でやっぱりそこまでメッセージを伝えないと、やっぱりできない。ちゃんとその市場にメッセージを与えられないということで。I know you could whisper it, but I think it's actually happening. And I think the reason is not what happened in Wyoming. I think it's what is happening in Frankfurt. There is talk that the ECB, and it came from Reuters first, we've been looking at it very closely here as well, that there is talk that the ECB is looking at 75 basis points at the next meeting. That is now priced at 50-50. That's changed the narrative on the euro dollar a little bit. We're trading north of parity. You're getting a huge move in front-end curves here, the front end of the curve here in Europe, particularly in Germany. French one-year power prices, 1 year ahead, fresh records. We're north of 1,000. We're north of 1,100. マクロさんこんばんは。レンさんこんばんは。予想通りの内容だったけど、売られるんですね。パウエルさんガンガンやるよってもう最近はずっと言っていて、市場が勝手に利下げ騒いでたけど、インフレ抑制一番だってずっと言ってるのに、そうだな。
言ってるのにね。だから、ただ、なんつうの、CTA の仕業として考えたときに、やっぱり、わざとね、上げさせといて下げるっていうやり方をしてんじゃないでしょうかね。あるいは、最初だって下げさせといて上げたからね。よくわかんないけど。そういうなんか手口が見えてるっていうか、ね。だからどこまでいくか、ちょっと待ってね。おお、すげえな。ほんまですか。変なところが入れてたのか。しょうがないな。どう見たらいいのこれ。ただ、過去の教訓から金融緩和を急ぎすぎることなく点を指摘、来年の早期利下げ観測牽制したとも言えそうです。過去の事例も踏まえ、物価安定には、国民の予想インフレは安定していることが不可欠である点を指摘。高いインフレが定着しないため、仕事をやり続けなきゃいけないとの決意を示しました。やり続けなきゃいけない。これだよ。仕事をやり遂げるまでやり続けなければいけない。そう。つまり、抑制するまでずっと上げなきゃいけないってことだよな。で、厄介なのは CPI って、英語で言うとラギングインディケーションじゃない、ラギング指標、つまり、ちょっと遅行された指標らしいんですよ。遅れてくるんです。だから、遅れたものを見て判断しなきゃいけない。そうすると、最後の最後まで金利上げてるってことなんでね。そういうことでしょ。そこで初めて腰を折れするんじゃないかって。もっとね。で、雇用統計もそうらしいんですよ。遅い指標数字なんですって。でそれを見て判断してあげるから、過去のデータを、極端に言えば過去のデータを見て、それをもとに、これからの金利を上げていくっていうね。そういうことらしいですよ。ね9月以降、政策運営は入ってくるデータや、進展する見通しを総合的に判断と指摘。そうだね。9月の利上げ幅にヒントを与えませんでした。9月21日には FOMC まで雇用統計や CPI の発表もあり、フリーハンド、いかようにも動ける状態を確保した形です。そうだよね。だから、まだデータが見たいので、それが出るまでは動けないということですよね。どうでしょう、皆様。相場見てますか？まだ行くのこれ。ミニが18,000枚の売り越し、18,000枚って1800枚。で、ラジが1113枚、両方合わせて2900枚。すごくね。かなり売り入ったよ、これ。
Well, Guy, there's really not much basis for making a prediction like that. Unless you think the Phillips curve has been resurrected in the last couple of years, we don't have a very good handle. Models are not going to give a very good sense of whether unemployment needs to get to 4.5 or 5 or 5.5 in order to achieve the conditions that he spoke about. And that's going to depend on many things, probably. Part of which would be, will people come back into the labor market? What happens with inflation? そこまで演出しないとね、 What happens in the rest of the world? 人が聞いてくれなかったんじゃないか。 Again, I don't think I'm in a position, nor is anyone else, to really put a number on unemployment. And again, I think that's part of what Powell was trying to achieve. 結構動いてんでね、皆様もちょっとトレーディングしてる人は忙しいかもしれませんので、ちょっとチャートの話しようか。これミニだけど、ミニはすぐ動くんで、ラージにしようか。何この青いやつ。これは何の意味だ。28,400 円に青いポチが出てるけど、何なの？一番多いってことこれ、売りが。ね、そういうことだよね、多分ね。あ、そういうことだね。ラージ、400円に、なんか印があるんだけども、買い越し259枚。28,400 円に大きな売りが入ったってことを示してた、これ。ね、ラージ。で、ミニも大きいよ、これ。ミニも。2,568 枚。256枚分。だからミニとラージ合わせると500枚以上の売りが400円に入ったってことですよ、これ。すごくねえか、これ。こうなってくるとラージもミニも一緒に売ってくるんでね、収集つかないから、そういうことでしょ。なんなんよこれ。だからなんつうの、ラージ主導ミニ主導で、ずっとミニ主導だからおかしいなと思ったんですよ。この一連の上げ相場、27,800 円からぐーっと上がってったでしょ。29,300 円ぐらいまで。230円か。ほとんどミニなんですよ。ミニ先も。おかしいなと思って。で、ラージは売りだったでしょ。ねえ、ラージは売り越しが多かったんですよ。いつも見せてますけど。で、今回こうやって下がってくると、結局ミニのまた主導の売りで、ラージはさらに売ってくるっていう、すごくねえか、これ。そうすると、なんか去年の9月の動きが、なんかこう、今回8月に来たって、そんな感じね、そんな気がするんですけども、どうでしょう。多少の痛みに耐える、そんなことで言ったの。So to some degree, and Powell is, very good at forming a consensus, but that means he can't just decide, here's what we're going to do. He has to listen to everybody, interact with them, and then he makes a proposal which reflects his views, but also those of the rest of the voters on the committee. あ、そうだ。チャートちょっと皆様にお見せしますので、いいかな？やだ。まあ、これで、ほら、これですよ、先生。こう歴史的瞬間。見てこれ。カルマンがケルマンの下まで来ました。これ。
NK 流のインジケーター。何のインジケーター？何のインジケーターですか？これは、直近の相場が短期的に売られすぎてんで、はい。これから、おしめ買いが張りやすいってことです。本当かよ。A little nervous about relying too much on inflation expectations as a guide to policy. You know, intuitively, of course, 責任取らないけど。まあ、そういうインディケーターです。はい。だから、下げしぶりやすいか。そっちの方がいいね。これから上昇するんじゃなくて、下げしぶりやすい状況になりました。そういう言い方の方がいい。はい、アメリカの株は何？0.6 から 0.53。これってさ、じゃあ売られてるときってマイナスなんの？なんないのかな？ね。さあ、ここで止まってる理由っていうのは、これで、ちょっと最近昨日も見せましたけど、ケルトナのトレーディングビューで見るやつ。どこから始めようか。15分足から始めようか。near to medium term inflation effects are going to be. My guess is, and this is sort of stepping out of central banking and stepping a bit back more into Washington observer. My guess is that the administration had some form of student debt forgiveness as a priority. これがね、15分足。ね、結局これでもトレンドちゃんとあるんですよ、これ。ほら。上のケルタナのバンドを上行くと売られやすい時代だ。これが1回、2回、3回、4回、5回起きてます。はい。で、今回、6回起きてるじゃん。それで、このね、一目均衡表の売りシグナルが2回出てるね、これ。すごくねえか、これ。月が2つ出てる。でもその前に、買いの三角が2つ出てる。買って売って、すごいですね、これ。全体で1。そういうことね。どうやって設定できますか？トレーディングビューではないですよね。トレーディングビューですよ、これ。めちゃくちゃ。これはね、ケルトナのこの、カラフルなやつは、なんだっけ、CBG ケルトナで出てきます。CBG ケルトナこれを見てでも売るかっちゅう話だけども、まあ、起きたときに、ね、1回、2回、3回、4回、5回起きて6回目はやっぱり売るでしょう。まあね。すみません。その後ろのチャートです。これ。これは違います。これはちょっと私が、ベンダーと一緒に開発した有料のやつです。あんまり本当は見せたくないんですけど、開発者にこんなことやってるって言ってないんでね。なんだっけね、これが15分足でしょ？じゃあ、行くよ、順番に。30分足。こんなとこで売れっつってるよ、これ。400円あたり。やっぱそうなんだ。400円ってなんか意味あるの？ 400 円でも売れって出てるよ、これ。なるほどですね。さすがでございます。ありがとうございます。いや、とんでもない。大変だったんだから、これ。ニューヨークの人と相談して、こういうの作りたいっつって。
そんな簡単に動く人たちじゃないからね。説得するのが大変でした。まあいいや。ね、これが30分でしょ。次行くよ。45分。45分だとこの下のさ、ケルトナーのこの青いバンドの下行っちゃってんだよね。これ行き過ぎなんじゃないかって話だけどね。こうやって見るとやっぱりちょっと行き過ぎなのかな。でも流れ的にそうなんだけども、これで気になるのがこの赤い線なんですよ。赤い線が上から来てるでしょ。これ移動平均線なんだけど、何の、よくわかんない。移動平均線がこれ赤なんで、ベア型なんでな。でもこの短期のやつ見ると上昇してるんだけども、ここでクロスしてるからやっぱりこれはなんだ？デッドクロスになるのかなこれ。こっちが短期でこっちが長ければ、長い方が下行っちゃうの。そうするとベアなんだっけ。そうだね。長い方が下へ行くとベアだ。ココナッツ大好きなこのすごい貴重なインジケーターですね。ですよ。です。ね、これが45分でしょ。次行くよ。1時間。1時間、基本的ではね、60分走って。これも結局、似てますよね。結局この移動平均は赤の売りなんだ。でも途中までこの短いやつも売りだったんだけど、バウンスしたから緑になったんだけども、今のこの売りで、強い売りで、ちょっと相場がね、ついていってないよね。だから、下のこのバンドの下まで行っちゃってるから、ちょっと今は売られすぎ、1時間足。だからこの辺がね、適切っていうか止まるかなと思うんだけども、どんどん下がってね。もう一回じゃあ、やばい。下げ渋んないし。やべ、余計なこと言っちゃったから。でもこれはちょっと珍しいんだよな。カルマンが下行ってるかな。でも、所詮15分足なんで、ね。そしたら、もうちょっと長い。だから1時間足を見れば、またちょっと変わってくるんだけど、1時間足も、今度ケルトナーの下行ってるから、これを見ると、ケルトナーからの帰りっていうのが、ツイッターでも投稿しましたが、だいたい50円から80円ぐらい。で、このケルトナー見ると28,493 円。ね、ここから80円引いても、ちょっと待って。410円か。それ以上に下がってんだ。想定外の乖離幅になってます。っていうことはかなり強い売りが入ってるってこと？売られすぎなのか強い売りがすごい入ってるのかどっちかだけど、これで見ると強い売りが入ってるんでしょうねっていう。今ね、ラージが1174枚の売り越し、大して変わってない。ミニが19000、だからミニが大きく売られてるね、また。そうすると、そうだね、2900枚だから、さっきと変わんないんだけども、ミニがもっと売られているっていう感じです。
さあ、またチャートに戻るよ。てるん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 。さあ、これが1時間足ですと。ね、この、移動平均線がなんかこう下に来ちゃってるね。で、これと交差するから短いものと、そうすると、下方向に転換する兆しが出てきたね。これ45分のやつ、1時間のやつ。で、2時間、あんまり見ないけど2時間戻って。こんなとこに売りシグナル、いつ出たのこれ。23日にも売りシグナルが出てるっていう。で、このバンド、ちょうどこのバンドの間に入りそうな感じ。これを見ると、やっぱりここからは買いなのかなって考えちゃいますよね。2時間足で見ると。3時間足。3時間足を見ると、やっぱり、さすがに3時間足になると、このケルトナのこの下のバンドに、安値がついて、若干こう、下げ渋って買いが入ったかなって感じしますけども。はい。で、この3時間足を見ると、今度は移動平均線が下から上に来てるんで、強い支持なんですよ、これは。ね。強い支持なので、このまんまリバウンドしていけば、中期的な考え、今日とかじゃなくて、来週も考えると、ここが一番安くて、戻ればの話なんですけども、中立的な動きになるのかなと思います。アメリカの買いが 0.51。ケルトナ的には買いでリバウンドを狙いたいですね。そうなんだけども、なんだろうな。難しいね。これ大きく売られたから、これがどう影響するかなんだけども。で、4時間足。4時間足はもうさすがにね、ここで買われやすい試合になってくるのかな。ちょうどこの、移動平均線が下から上に来てるんで、そこになんかこう、たどり着くような感じだな。それでも 28,280 円の話ですからね。もちろんそこまでいったらちょっと、買われ、この辺で売ってる人はね、買い戻しした方がいいですよね。で、このポイントなんだけども、これだよな。この雲、やっぱり470円。これ私は気にしてたこの雲の下。一回ここあってね、ここまで上がったらすごいなと思ったんだけど、ポイントがね、この4時間足の、スペースの皆さん申し訳ないんだけど、今、4時間足の日経先物見てます。4時間足の一目均衡表なんだけど、これ見てこれ。8月に、今日じゃない。今日の朝に、一回上髭を残してるんですよ。上髭を残して下行って、リバウンドしてまた大きな上髭を残して下に行ってるから、非常に強いベアシグナルですよね。これわかる？これは、このケルトナー関係なしに、これは、ローソク足と、この一目均衡表を比べた時のチャートです。はい。そうすると、かなりこれ、上を嫌気した形になって下行ってるんで、強い売りシグナルです。で、この、昨日も私言いましたけど、この線、先行スパン1かな。すぐ忘れちゃう。先行スパン A だから1だ。そうです。A だから1です。先行スパン1が上から下に来てるでしょ。上から下に右斜め下。はい。右肩下がりか。はい。なので、相場も右肩下がり。お、そうなんですか。いや、そうなんですよ。
で、これをね、長い目で見ると、遠くから見るとどういう形になってるかっていうと、またその話かって。いやいやいや、何回も言いますよ、これ。私が発見したことですから。私は発見したのを見てくださいっていう。なんと、これ。ちょっと、ややこしいな、これ。ややこしいんで、ちょっと待って。これをこうするね。で、これもどうするの？これはいいか。はい。相場がこう来て、これが雲だから、この雲の上に来たら相場が下がる。雲の上に来たら相場が下がる。はい、また相場上がって、この雲の上に来て、相場がこうちょっと、はい、下がりかけてます。何？この黄色い線みたいに、もしかして、あらま。はい。はい。こういうことが起きるんじゃないかな。と思ってますけども、わざとらしいですか？これが4時間足。さあ、気になる1 day。冷やしっていう。はい、そうですね。冷やしです。冷やしで見ると、これが予想つくんじゃないのっていう話だけど。この陰線だよね。陰線がこう入ってきて、陽線1回、2回あって、この陰線またバーッときたから、こっからに、これ転換線だと思うんだけど、この転換線を元にリバウンドする？わかんないな。先行スパンが下に抜けるって、結局デッドクロスしたことですよね。先行スパンですね。そういうことなのかな。雲の下に行くっていう、この雲とともに下に沿っていくっていうことなんで、とにかく弱い動きになりますよっていうことですよね。来月28,000割るように感じる。そうだよな。これがよくわかんないからね。はい。これがデイリーで、ワンウィーク。さあ、出てきたか。これをね、ちょっと、あれしますよ。伸ばして、反射しますんで。これもちょっと私の目玉商品なんですけども。何の商品ですか？いや、こう来たでしょ？この雲から上の方に行って、これがウォータースライディングって話なんだけど、ここに、上髭を残して、で、下行ったでしょ、こうやって。で、今度は下髭を残して、リバウンドして上行ったでしょ。で、またこれ下行ってるから、
ここまで行く28,100円を来週つけるかどうかわからないですけどね。でもこの試合だったらね、金曜日こんなに下がったら月曜日も下がると思うんですよ。ですよね。このまま行くんだったら。すっとすると月曜日も下がるんで、28,100円まで行く。はい。そしたらどうなる？これがね、ちょっと厄介なんですよ。角が。この雲の角がすごい厄介で、ジャンプしやすい。ジャンプって下行くの？下じゃない。ジャンプだから上行くんですよ。そうすると下へ来ると、ここでジャンプ。上に行く。上に行くんだけど、上に行って、それでウォータースライディング。